はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。味噌、醤油、みりん、酢、ぬか漬け、納豆、鰹節、チーズ、ヨーグルト、塩辛、キムチ、パン、ビール、日本酒、ウイスキー、ワイン、焼酎。自分たちの身の回りはたくさんの発酵食品で溢れています。今日はタイの発酵肉、ネームシークロンムーを作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの豚バラ肉を使ってタイの発酵肉ネームシークロンムーを作ります。ネームシークロンムーとは発酵させた豚のスペアリブです。通常スペアリブで作りますが、今回は同じあばら部分のバラ肉を使って作っています。一般的にはネームといえばタイでは豚肉で作った発酵ソーセージのことを言います。この豚肉に炊いたご飯、ニンニク、胡椒、唐辛子、塩などを塗って発酵させて作ります。お米を使う発酵という点で思い浮かぶのは日本伝統の船寿司です。船寿司はお米、塩、みりんなどを船の周りに塗って発酵させて1年から2年かけて作られる日本最古の寿司とも言われています。乳酸発酵させて独特の酸味と旨味のある慣れ寿司は日本酒のつまみにぴったりです。発酵と腐敗の定義は人間にとって美味しいもの、役立つものは発酵です。その逆でまずかったり人間の害になるものは腐敗です。発酵させるためには微生物の働きが必要になります。代表的な微生物は乳酸菌、麹菌、酢酸菌、酵母菌、納豆菌などがあります。そう考えると日本の食卓に出てくるものの多くは発酵食品ですね。それではこのバラ肉を使ってネームシークロンムーを作っていきましょう。まずは肉を適当な大きさにカットします。次にニンニクをみじん切りにします。ブラックペッパーを細かくします。炊いたご飯をすりつぶします。ボウルにご飯、ニンニク、ブラックペッパーを入れて全体を潰します。塩を加えて混ぜ合わせます。そこに肉を加えて全体によく塗り込みます。ジップ式の袋に肉を入れて唐辛子を加えて封をします。あとはこの状態で冷蔵庫などに入れず常温で3日間放置します。現在気温28度。発酵には良さそうです。とは言っても常温で放置しておくのは不安が残ります。腐っていたらどうしよう。3日経ったので持ってきました。見た感じはそこまで変化は感じられません。よくよく考えればニンニク、ブラックペッパー、唐辛子などは殺菌効果がありそうです。いい菌が死んでいないか不安です。袋から出してみましょう。初めよりなんだかねっとりとしています。若干ですが酸味のある香りがあります。それではいただきます。というのは冗談で、今日はこれを唐揚げと焼いて食べてみます。小麦粉で衣をつけて油で揚げていきます。いい感じの揚がり具合です。お皿に盛り付けて完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は韓国のジョンデーのチョコミントを飲んでみましょう。これ海苔で買っちゃっていつ飲もうかずっと迷っていて登場できなかったお酒です。チョコミントのお酒ってすごいですよね。ちなみにジョンデーはチャミスルと並ぶ韓国の焼酎の有名なブランドです。グラスに注いで飲んでみましょう。透明なのにしっかりとチョコミントです。甘くてスーッとする感じがあります。この小さいグラスでミント系の飲み物を飲むとモンダミンとかを飲んでいる気分で不思議です。食事に合わせるよりはデザート感覚で飲むお酒かもしれません。それではネームシークロンムーを食べてみましょう。先にお肉を焼いておきます。今日はこのベトナムの網を使って焼いてみます。商品説明欄にアジア製なのでそこそこのストリート品質ですという注意書きがあり580円という激安価格だったのでつい買っちゃいました。確かに作りはシンプルでストリート品質です。よく言えばシンプル、悪く言えば安っぽいです。これでお肉を挟むことで簡単にひっくり返すことができます。挟まなければ普通の網としても使えそうです。それではお肉を焼いていきます。その間に唐揚げを食べてみましょう。結構酸味があります。でも明らかに旨味が増しています。これは好き嫌いがはっきりと分かれますね。慣れ寿司が好きな人とかは全然この酸味は好きだと思います。自分はむしろ好きな酸味です。完全にありです。今発酵した豚肉だって知って食べてますが、お店で知らずにこの豚肉が出てきたらシェフを呼んじゃうかもしれません。焼きもいい感じです。ひっくり返すのも楽ですね。
バーベキューとかで活躍しそうです。それでは焼けたのでお皿に移します。また焼きだと印象が変わりますね。あとこっちの焼きの部分が特に唐辛子にくっついていたのかピリ辛です。表面のお米が焼いて焦げることで香ばしくてさらに美味しいです。でもどっちが好きかと言われると唐揚げの方が好みですかね。これはビールが飲みたかったです。発酵って人間の発見の中でもすごい大発見ですよね。もともとは偶然の発見だったかもしれませんが、それを何度も試した結果、美味しい発酵食品がたくさん世の中にはあります。今は未来の食べ物として培養肉とかの研究も進んでいます。これからの食の新たな発見にも期待したいですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。発酵肉いかがでしたか？発酵の世界って奥が深くて面白いですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。Twitter、インスタ、Facebook などでも塩やタレの販売の情報やお店の情報を発信しているので、よかったらフォローよろしくお願いします。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。